ゲストは東のハッピーおじさんこと b ボーイせいじさんでございます。こんにちは。よろしくお願いします。はい。b ボーイせいじさんなんですけど、最初の紹介としてはエフェクトの口というそっち側ね。はい、はい、音楽グループで活動しているということでそちらの方で紹介したいと思います。はい。エフェクトの口知ってる人は知ってるんですけど、全員 b ボーイでやってる音楽グループでなんと台湾チャート2位を取っております。パーンってなってます。どれでって話じゃん。はい。でもすごいことなんでこれは本当に。確かにね。はい。気になると思うんで、URL はもちろん貼ってあるんで、ぜひ飛んでって聞いてみてください。エフェクトの口のもっと紹介はテイさんの方から本人からどうぞお願いします。じゃあエフェクトの口、まずメンバー紹介させていただきたいと思います。総合プロデュース b ボーイ太郎、スタイルバリトゥードでね、太郎が楽曲を作り、そこにビートを加えるザ・フローリー・テクノリス勝谷ドンということでね、はいそしてベース担当、コーラスとベース MZK b ボーイアニジャ、そして北海道が生んだこの男 b ボーイタクトギターですで最後僕ですね。で僕らの活動としては本当にみんなで家に集まって、ビールで乾杯し、太郎がちょっとこういう感じの曲いいんじゃないみたいな雰囲気になって、でちょっと外枠作って、じゃあ勝也ちょっとここにビート入れてよ、で勝也ビート入れる、でまた太郎がこうちょっとメロディーを考えて、で題材とかは、こんな感じしよっかみたいな、ゆるい題材よ、曲名であるけどハイボールとかさ、なんかヤバ様とかさボラーチョとかさ、ほんと酒とか遊びに隣接したような歌をとりあえずみんなで歌詞考えて、最後ちょっと最近だとタクトとアニジャがそこにギターベースを入れるっていう感じで、ゆるく楽しくおじさんの休日を有意義に過ごす音楽の作り方をしてるって感じで、ただ去年グッドフットフルアニバーサリーで初めてライブをさせてもらって、面白かったです。僕最前線で見てましたね、はい、ノリも来てくれてたしね、本当に結構盛り上がったんですけど、あれはね、初めてあれをやってよかったなっていう感じで、歌が上手くないんで僕ら実際別に歌が上手いとかじゃないんでってなると、どうやって楽しんでもらうか、もうエンターテインメントしかないみたいなね。だからやっぱりそこにギター、じゃあタクトもギター弾けるしギターやろうぜみたいな、じゃあベース今だぜ活かせるぜみたいな、ベースやってもらうみたいな、そういう感じで今活動をしているっていう感じですね。今年はねちょっと目標があって、もうちょっとよりよくみんなに知ってもらうためにハードコアなアルバム出したいんで、30曲アルバムをちょっと目指して、今年中にちょっと出せるように、早ければね夏前ぐらいにはちょっと出したいですけど、今そこに向けてちょっとみんなで毎週集まって、新しい曲作ったりお酒飲んだりくだらないこと喋って、週末ね過ごしてる感じですね。よかったら皆さん聞いてみてください。概要欄に URL、貼っとくんで、ぜひ聴いてみてください。BGM で流しててもいい感じっすね。エフェクトの口の感じは本当に邪魔しないっす歌だと。そうなんですよね。歌詞も本当に言ってるように誰も傷つけないんで、そうね、曲ってここは大事なんで、言ってるんで、無駄な気持ちとかいらないって聞くのに、確かに本当にこれ聞いてふふってなってください。ふふってそうですね、ふふってなるんですよ。くったらねって思ってもらえたら最高なんです。で逆に歌うまくないんだって俺らって言ってるのに、なぜ台湾で2位に取れてるのか気になる方はぜひ飛んでいってみてください。聞いてみてください。よろしくお願いします。じゃあそれでは、次はダンサーはせいじさんの方に、今回は前回本店、今回せいじさん、来週またダンスの歴が長い人にも聞くんですけど、今回はbボーイせいじがダンス界をぶった切るっていうテーマで、ぶった切るって言ってもただ俺の質問に素直に答えていただきたいっていう思うだけなんで、ただ題材がなんかぶった切りそうな内容だなっていう質問なんだけであって、参考にしてもらえれば、こういう考えでダンスやってもいいんだとか、なんかいいきっかけになればいいなと思うので、ぜひ、キャリアはもう20年超えてる、そうね、21年ぐらいですね。21年ダンスやってきてシーンも見てきてるので、20何年踊ってるって言っても、例えば最前線でずっと現場を見てる人ってなかなか俺の目線で言うといないんですよ。ちょっと離れちゃったりとか、いるんですよ。でもバトルも出るし、練習一緒にしてる人だったら分かると思うんですけど、上手くなるとかかっこよくなるとか追求する手を休めない感じで、なかなかその20何年やってる人は長いキャリアで言うとやっぱ和弘さんとか
そうね。はい、トモさんとかいるんですけど、まあ同じラインの人だなと思って参考にしてみてもらえればと思います。はい。では第1問。はい。最近よく言われるんですけど、上手い人がめちゃめちゃ増えた。はい。しかしなんかキャラが薄いというか味がないっていうことを耳にするし目にするし、それについて、はい、せいさん的にはどう思うか好き勝手喋っていただきたいと思います。はい、お願いします。まず自分が思ったのは、まあ今は見るものも多いので、やっぱりその平均化されるようにはなってるよね。 YouTube があって見るものが多いから、まあそこから得られるものがかなり多いと。だから要は考えなくてもムーブは近くにも転がってるよっていう状態が結構リアルタイムですね。そうそう、で俺らが始めた頃ってまあでもやってた人たちももちろん大学生とかもあんまいなかったし、当時、自分たちがダンスやってる中でも今みたいにサークルに何人もいるとかないじゃん、人数が少ない1学年に数人ね、ほんとそのレベルしかいなかったからでその中で、ね、映像とかの情報はもう少なかった。実際問題 YouTube なかったっすもんね。 YouTube はない。ビデオ、そうっすね、 VHS 俺も先輩のビデオ切れちゃって怒られたあるよね、見すぎて。そうそうそう、擦り切れるぐらいっていう本当にそのね、手作業でこう巻き戻しして早送りして一時停止連打みたいな感じの映像しかなかったんで、まあ実際問題、まあ、映像で見る海外っていうのはまあ向こうのイベントがだいたい映像来る1年前とかぐらいは1年以上経ってるんですよね。だからもうここにまず1年の大きな差が常にあると。でもここに来たビデオに追いついてないのもすでにもう出遅れてるんですよね。そうすでに出遅れてる、で向こうで1年前にやったイベントを今オンタイムでこう見る。でやっべえこんなことやってんのかよっていう状態になってるわけよ。まあ当時で言えばボティ2000年かな、俺が初めて大きいイベントに見に行った。その時に、まあ、やってたのがエアー、当時ね一番エアーがすごくて、それで日本で3発みたいな。でもそれを同じ頃に、まあ、DVD が来たビデオかみたいなビデオではもう連発してると、その変形でルーエンがね、みたいなような状態ですよ。もうここうちら頑張って3発4発、これで日本やべえボガーンって会場でなってるけど、他のこの海外の映像を見たらもうそのもうちょっと前というか1年ぐらい前にもう違う形でエアーやっちゃって、もう要は今の既存あるようなエアーをやってるみたいな。ショックですよね。もうショックこの状況エアー変形して最後変形の90すんの。なるほど。90しか日本のその当時なんかもう全然だから。そうですね、その時にルーエンが変形エアーからね、そうですね、90こっちで入れたりとか潰してみたりこうやってみたりみたいなね、もうビビってそういうのやってたんで、やっぱそこにこう追いつくっていうのを考えるとどうしても想像しないとその1年っていう時間を埋められなかったんで、で多分僕始めたのも、まあ、大学生とかになってからなんで、身体能力的に彼らそのヤバいのやってる人ってまだ10代なんですよ。確かにね、15とか15、6ぐらいルーエン、カリーム、ボーイとかさ、モーイとか4大巨頭ぐらいのイメージもう本当に彼らがやってた映像、あの時でまだ15、6、7とかあの辺なまだ盛りですよ。俺ら始めたの遅くってその頃にまだウィンドミルやって始めて、でその映像見るじゃん、おおなんだこれみたいな、もうこれ追いつくのみたいな状況なんですよ、要は言ってみれば。でそこがあるから、じゃあどうしたら彼らと対等にというか戦えるのっていう風に多分みんな考えながらムーブを作るわけですよ。彼らがやったものは元にするけど、こうやったら彼らがやってないんじゃないかっていう風に試行錯誤してめちゃめちゃ考えてますね絶対。で1年後来たビデオまた見たらやってるやんとか超えてくるよなるほどっていうのがあったから、やっぱ想像力を常にこう持ってやらないと、まずそこの来た映像に対して反応もできないというか、これこうやったら勝てるじゃねえかとか、そこまでいかないレベルになっちゃうわけよ、想像をただ追いかけてるだけ。そうですよね。だからたかしとかはすごかったね、オールエリア。確かにそうですね。たかしとかはやっぱ行って生で見て、いやこれもう間に合わねえっつって、あいつひたすら倒立してたよ、でこう片手倒立左右でやったりとか、新しいムーブ作ったりとかしてたから、まあ本当にたかしみたいなタイプの人はいたんだよね、シーンの中にやっぱ何人か。
やっぱそういう言ってる人ちょっと頭いっちゃってるぐらいやっちゃってる人がやっぱシーンの中にいて、でやっぱそういう人たちはやっぱ考えたやつだね。どうやったら彼らを超えれるのかっていうのをすごい考えたやつで、多分それがなんとなく浸透して、まあ俺らも、まあ俺はその当時パワーやってたから、もう追いつくの必死な側だったんだけど、でもなんか少なからずそれを考えながら太一とかはスパイダーね、なるほど、ストロング系やったりとか考えて、あいつも本当にオリジナル、海外でもやってないのオリジナルムーブ作ったりとかしてたと思う。で早稲田の人とかは多分それがもっと前の状況から分かってたから、ああいうスタイルを作って考えて作って、海外でもやってないスタイルとして認められたわけだ。なるほど。だから、間違いない。確実に考える時間が減ってるんだろうって。もう見て答えみたいなのがそうもう答え合わせをしてるブレーキに今なってる実際。でも作ったものを答え合わせしてるわけじゃなくて、あるものを答え合わせしてるだけ。だから自分が作ってこれどうなのかなバトル出て、人がやってないでみんながそのムーブ新しいねっていう答え合わせはまでは言ってないんじゃないかな。いや言ってないですね。で昔とか自分で例えばこれどうだってやっていい反応の今話はしたんですけど、いい反応じゃない時ありますよね。で負けるっていう。全然ある。全然伝わらない。だから昔だったらストロングとかがまだ流行り出してるくらい、ちょっと始めたぐらいの時はやっぱ言われてたもん。こうやってこう手踏んでんのに、手踏んでるのに足が地面についてるようにもう残念だけど、まあそれしょうがないんだけど、わかりますよ。それしょうがないんだけど、でもそういう風に言われてたりとかね、やっぱしてるの見てきたから、やっぱりまあその叩かれる時期があって周りを認めさせるっていうようなそのムーブというか考え方、スタイルとしてなんかこう一個認めてもらうっていうのは実際あんまないかな今はって思う。多分そこかな。スタイルって言われるものを自分が持ってるキャラクターをダンスとこううまくリンクできてなかったりする気はするよね。例えばたかしのムーブとかを見たら、こいつどんだけストイックやねんってムーブに見えるじゃん。見えます。見える。でもあいつストイックじゃん。そういうキャラなんだよやっぱり。間違いないです。合ってますね。ムーブもやばいけどそれもキャラなんだよ。っていうのがあんま最近ない。みんな上手いから上手い。でムーブもできてる。パワーもできる。でも君ってどういう人なのっていうのはあんまりそのムーブから見えないというか。ノリも基本がしっかりしてるんだけど、時々こいつマジでこれなんでバトルやるのみたいなあるじゃん。ありますね。それもう出したくてしょうがないんですよ。それもノリの要はキャラなわけじゃん。そうですね。そう。だから俺も踊る時にわざわざポップの動きを入れてみるとか、やっぱそういう方がやっぱ自分の踊り的にも楽しいし。そうですね。昔のせいさんの映像とかここにポンってやめろよお前。忘れなさいよ。あれはやべえって。腰振ってるやつでしょ。だから昔パワームーバーって言ってたんだけど、エアーをやっぱその最先端でやっぱ日本でも連発する人ってせいさんもそのうちの一人だったんですけど、多分本当にやりたかったことは多分違ったんですよね。違いました。だからエアーとか入る前にノリノリで踊るんですよ、立ちで。恥ずかしいね。その時が一番生き生きしてますもんね。エアー入るすげえ緊張するからね。そうなんですよね。そう。やっぱね、そうですね。もうそこから本来のせいさんのキャラクター出てたっすよね。そう、本当はそれしたいんだけど、まあ当時ほら俺パワーやっちゃってパワーも楽しかったから。そうっすよね。まあなんかしかもチームの役割もでやっちゃってましたもん。パワーをやる側だったから、なかなかそのスタイルに移行するタイミングがなくて、10年ぐらいやっぱやっちゃったもんね、パワー無駄に。無駄だったとは思わないけど。いや、そうっすね。でもやっぱ10年やってガラッとスタイル変えた時にさ、まあノリもあったじゃん、パワーからフットワークに。その時って1からじゃん。まあほぼ1からじゃん。まあ0とは言わないけど1からじゃん。0とは言わないけど1から。ほぼ1からじゃん。ほぼ1ですね。ほぼ1。でここがやっぱり俺はだから今20年やってるって言ったけど、10年は違う種目やってたような感じだった。まあわかります。わかります。初めて10年経った時にまあ怪我があって。パワーができなくなって、スタイル変えた時に初めてめっちゃ楽しくなった、ブレイクダンスが。わあこれすげえ楽しいじゃんみたいな。それなんでかってやっぱ考えられるから。なるほど。そうですね。技だとそうなっちゃいますね。既存なるものがやっぱ結構メインになって、まずこれをクリアするのにすげえ時間かかる。かかります。実際ね。1個ですら。で今より答えが
を手に入るのが遅かったからなおさら時間かかるんですよね、1個クリアするのに。めっちゃ時間かかる、エアやりたいっつってもね、その教えてくれる人もいないし、みんなできないから教えてくれる人もそんないないしね、でこうビデオいや本当っすよね、こうやってやってる、今みたいに携帯でさこれパッて見てこうやってできないわけですよ、簡単にね。こうやってコマ送りにしてここじゃねえかあれじゃねえかっていう、そうですね、テレビの画面にかずりついてくるんですよね。そうで仮説を立ててやって、あこれか、いや違うかを繰り返してできるようになったじゃん。しかも携帯があるのとないのとは別で自分の映像を撮って見直すのもそんな簡易的じゃないじゃないですか。ないもうほんとがっちりビデオ持ってくるみたいなね、それで撮って見てっていう時代だったから、やっぱりそのスタイルに変えた時にまあその時はもう YouTube とかもちょっともう結構出始めてたから、まあ参考にしてたのはでもそのストームとかファンダメンタルっていうのを見て、まずベースを練習して、ストーム大先生ですね、大先生の教会のやつ、そうあれでまあこう基礎をね、覚えていってっていうとこからでも本当に面白いのはやっぱ自分でその基礎を見た時にこれこうやってやったら面白いだろうなっていう想像がちょっとずつこう出てくるわけです。まだ始めた頃でも、でそれをやればやるほどやっぱこうやったら面白いだろうな、こういうニュアンスで見せれたらもっと面白いだろうなっていうのもあるんだけど、まあそこの考えるっていうのもキャラに至るぐらいのレベルじゃなかったんだけど、でやっていけばやっていくほどさ、なんかその俺すっげえ天の弱だから、人と同じことあんまやりたくないなみたいな。みんなそうっすよね。確かに前言ったあれっすよね、みんな真面目だって、真面目じゃなかった、ちょっとひねくれてましたもんね。みんなひねくれてたから、なんか人と同じことやらないみたいな時代だったわけじゃん俺らは。でもそれがなんかうまくキャラになってたみたいな時代で、まあでも基礎が浸透してさ、時代とともに、で今の人はその基礎を見てるから、もう持ってるものはもちろんキャラとかなくたってできるの、ブレイクダンスが。間違いない。基礎あるからいっぱい基礎あるじゃん。フットワークの基礎もあればさ、スレッドの基礎とかフリーズの基礎もあってバーの基礎もあってっていうから、どうやったらあなたですっていうか自分ですよっていうのを出すかっていうのが、俺みんな気になってますよ。一番待ってると思います。重要かなと思って、それは多分ブレイクダンスのムーブだけからは得られないじゃない。例えばだけど、そう思います。例えば空手をやってる人とかだったら空手の型をムーブに入れてもいいと思うんだよね。例えばね、例えばだけどアップロックで片手の型を一緒に入れてみるとかさ、あるじゃん。そういうのもできるし、でも昔の人とかさ、カンフーの技がカンフーしたこともないでアメリカの人たちでカンフーの真似してムーブやったりするわけじゃん。それと同じような現象を今やったっていいわけじゃない。で例えば俺だったらインスピレーションがポッパー見たりとか、本当に実際グリーンテックとかブギーフランティックとか、昔だったらウィーグルスの映像見たりとかして、なんかこうブレイキンとブレイキンじゃないものを組み合わせてリンクさせていくようなムーブの作り方とか音の取り方とか、構成をね考えたりとかっていうのが、まあ、一個の自分のテイストになるように、まあ、自分は考えてやってる。で今の人はやっぱりムーブはうまいけど、あんまりリズムはあんま変わんないし、みんな、フットワークのリズムもそうで、流しがうまいとか、柔らかくてえぐいとこフリーズ入るとか、まあ、そういうのはあると思うんだけど、だその辺のなんかこの見るものをどこから見ていくのか掘りまくるからね。一個の場所一個のものを掘りまくることにより、やべえもんに消化させるか。でまあそれはまあその人の人間性によるけど、そうっすね。その人がどっち好きかの話ですよね。一個掘るのが向いてるのか。俺がすっげえ今でも覚えてんの、昔ね群青がさ、なんか背中でこう転がる動きをやってたの。お前さそのムーブやばいねみたいな、どっからインスピレーションもらったのさ、普通に河川敷で犬が転がってんの見て作ったさ来たこれだと思ってまあでも本当にそういうようなとこからムーブを考えれるとか、それって多分普段ムーブのこと考えてんだと思うんだよ、なんとなく、すごい常にこう真剣に考えてるわけではなくて、なんとなくこういうムーブあんだろうなっていうのも頭のどっかにあるから見た時にリンクするみたいな、だそういうとこから例えば鳥が飛んでるこうものを見てそこからムーブ作るとか、なんだっていいじゃん、そういうのをなんかこう例えばだけどほこりがこう舞う、これをどうやったらムーブにこう、このでもムーブじゃなくても取り方あるじゃん。例えばこう上がる瞬間に間違いないですね、ここでこうちょっとゆっくりするぐらいの、でもなんかそういうなんかちょっと
ふざけてるっていうか遊びながらムーブとリンクさせるみたいなのもめちゃめちゃ大事だと思うから、その辺があんまり見れない時が今はあるかな。やっぱムーブに一生懸命なのはいいんですが、じゃあ実際ザ・ジャムのジャッジをやらせてもらった時、あれいつだったっけ？19だ。19ですね。19の春ぐらいだと思います。ね、大輔がやってるね。めちゃめちゃ人数多かったし、そうずつ短いんですよね。そうで、その中で100何十人ぐらいいて、で俺ジャッジさせてもらって見てこうつけた時に8割ぐらいは10点満点中の8割の人はもう7、8点はついてた。じゃあやっぱみんなうまいっすよね。うまい。もう確実にうまい。自信持っている。ただこれを超えるぐらいいかれた人っていうのはやっぱり一握り。その中でもほんと1割ぐらいの人しかいなかったし、多分その人たちが上がった。必然的に。だから今の時代というか、それは点数がない。そういうなんていうの、オリンピックみたいな点数とかではないからこそ生み出る結果ではある。そのパーソナリティを見ると。いや間違いないですね。そうそう。パワーやんなくてもいいわけじゃん。こいつクレイジーなことやる。その時のロナとかも15秒ぐらい。一瞬でなんかもうここの前を F1 がフーンっていったぐらいのノリのほんとムーブで、終わりでもなんかやばかったねみたいな感じになった。今の時代だから余計流行るっすよね、ロンそう。わかります。だらだらムーブやらない。もうやりたいことパッてやって帰るみたいな。しかも変ですからね。そう。やってる内容も変だ。だから目立っちゃうんですね。そう。みんなが目立たしてくれてるのが正解かもしれない。そう。ね、みんな同じような感じに見えてしまう中で、ちょっと突飛なことできる人。でもやっぱり叩かれるというか瞬間はあるわけだ。嫌な思いする瞬間もそういう人って多いと思うけど、だからなんかそこにそういう要素、それを完全にやれというわけじゃなくて、それぐらい人と違っていいよ、全然オールオッケーだし、チェアするにしても、例えばチェアがこう地面から浮いてるのをわざと足ついてチェアするとかでもいいわけじゃん。なんだって例えば倒立してんのにわざと足ついてみるとかさ、なんかそういうエアーでわざと足つくとかさ、そういうなんかちょっとやっぱこう人と違うところをなんか自分のパーソナリティとリンクさせていってもらえると、もっと面白いダンスができるんじゃないかなと俺は思って。なるほど。じゃあ、結果ぶった切るっていう題名に合わせると、今の人たちはつまらないってことで。そうね。つまらないなと思うこともある。うまいなとは思っても面白いなとは思わないかな。そうっすね。俺は。なのでもう俺は決めたんですけど、もうジャッジやらないって決めたんですよ、実は。だからこれはもう俺もジャッジされたくないし、人に。だからそんな人がジャッジするべきじゃないなと思って、今現状何個か声もともとコロナ前に声かかってたものに関してはせっかく誘っていただいてるんで、やらせてもらうんだけど、今後は多分やらない。もう僕はやらないです。それはなんでかって、やっぱ俺は純粋に純度を保ってダンスやりたいから、自分が楽しいことを一番に置いてやりたいから、それは別に人に審査されることじゃないと思ってるから、だからもう今後は俺はジャッジもしないし、好きなことやり続けるべきだと思ってるから、みんなここまで慣れとは言わないですが、好きにやった方がいいです。人がジャッジするのなんてどうでもいいことだと思ってるので、っていう感じかな。じゃあジャッジのオファーはしないでくださいね。よろしくお願いします。じゃあ2つ目、ついに2024オリンピックになりますね。出た。オリンピック男子。今審査基準、ちょっとね、人に審査されたくないと言ってるセイさんに、オリンピックについて語ってもらいましょう。ベストタイミングだね。お願いします。正直僕は興味が全くないことですね。もうこっからなんですけど、シーンが大きくなったことに関してはいいと思います。全然 OK だし、これからそれに向けてやっていく人はいいと思うんですけど、完全僕の観点で言うと、さっき言ったように人にジャッジされる筋合いないダンスなんですよ。で例えば、オリンピックってあるじゃん、審査基準が、パワームーブだったりフットワークだったり、なんかフリーズとかいろいろあるじゃない、項目が。ほぼやらない、まずフットワークやらない、パワーもほぼ入んない、いや出る意味ないでしょもうこれで。これに合わせに行くのって、さっき言ったように俺のダンスの順位下げたくない、自分がやりたいことで楽しいから今できてるわけで、これに合わせるっていう意味が
まあ俺よくわからない、から俺としては全く興味がないし、エンターテインメントとして出るのは面白いと思う。俺がねなるほど。エンターテインメントとしてマジでパワーやんない、フットワークやんないで出るのは面白いかもしれないけど、エフェクトの口の告知とかのためにそれぐらいのノリでしか逆に言うともうなんか出る気持ちにはなれないっていうのがまず1個。ただシーンはでっかくなる、目指す人はいい。でもちろんその特にパワームーブ上手い人とか基礎が強い人は絶対出るべきだと思う。それはもう若い人、まあみんなに夢があることだから出るべきだと思うんですが、やっぱりわかんない、俺は勝ち負けでダンス本当にやってきてない。昔から 0% の勝ち負けでやってるし、勝ってもそんなに正直嬉しくなかったりとか嬉しくないってのはおかしいけど、まあまあ別にそういう日もあるよねぐらい、勝つ日もあるよねとか、負けたら負けたで、まあ、楽しかったからいいんじゃない、真剣になんで負けたんだろうとか考えたことないから俺は、そのでもなんかそれはやっぱりこう本当にただ単に俺楽しくてずっとできてるから、ブレイクダンスそのものというよりは分かんない、自分で考えたりとか、まあ、周りにいる人が結構でかいと思う、結局俺の結果が特になかろうが周りにやっぱノリとかね、フローリアーズのメンバーがいたりとか、勝とか大輔もそうだし、まあ、高橋オールエリアのメンバーが一緒にやってたりとかっていう環境にいたから、なんだかんだ日本でトップクラスの環境の中で練習だけしてるみたいな。いや、引っ張ってってくれてますけどね、先生。練習だけやってたからね、そうそう、そこだけはちょっとやってたけど、でも本当にその環境が俺は一番楽しかったし、そこでこう新しく生まれるムーブメントがあるじゃん、まあ練習場で生まれる切磋琢磨は面白いですよね。楽しい。うわ、新しいの生んできたよとか。そう結構まあそれ誠司さんに結構あるんですけどね。ありがたいね株を上げてくれて。いやいや本当にそこ掘ってきたのみたいなとか。そう、なんかこういうのがまあ俺のまあ楽しさのまあ源になっちゃってるから、まあ、オリンピックのルール決められたものに対してやっぱやるっていうのすごく俺は抵抗があって、でもともとルールに縛られたくない野球やっててさ、俺も野球ですね、高3から俺もやってたわけで、監督に指示出されてバントするとか盗塁するとかさあるじゃん。もうルールに縛られてやってきましたね。やってきたわけじゃん先輩後輩っていうものもあってさ、俺それが嫌でブレイクダンス始めたわけよ。ルールに縛られたくない状態で始めたのに、オリンピックでまたルールに縛られるっていうのはどうしても嫌なの。なるほど、そうですよね。だから俺は個人的に本当に嫌な理由はただそれ。ルールがあってルールがなくて面白かったのに、ルールに縛られるってなんだよみたいな。じゃあ本当に真面目に b ボーイをやってる人は出ればいい。出た方がいいよ、出た方がいい。特にパワーうまい子は絶対出るべき。間違いない、パワームーブが一番生かされるところだと思うし、一生懸命真面目にやる人は絶対やった方がいい、やった方がいいし、だからさっき話したキャラクターがどうのって話だったけど、キャラクターがなくて上手い人は増えてるけどキャラがないって、上手い人キャラがなくても上手い人はオリンピックの方がいいと思う。いや、もう入るっすね。そう、絶対的にそっちの方がいいと思う。でもキャラがあってキャラが強い人はまあオリンピックよりは自分でいろいろ新しいことやって、まあ、シーンに刻んでいけるぐらいの新しいことをやった方が、まあ、ダンスのスタイルでもいいし、もちろん例えばさ陸上とか映像で面白いの作ってたりしてたじゃん、ね、例えばシックデュードがさこの喋りの方でとか、こういうのも俺はありだと思う。そっちに行ってもいいと思うし、だからその発散自分の表現したい場所に行くべきだと思う。でも真面目な人は絶対オリンピックの方がいいっていう。そうそう。ただ本当にオリンピック目指すんだったら倒立1分でいいとか思ってるやつは多分無理でも倒立を1分いいよって言われたところ10分やるぐらい、ウィンドミル10周20周やりなよって言われたところで100周やっちゃうやつぐらいじゃないとやっぱ俺は上行けないと思う。そういうその世界では、現に90さ50周ぐらいしてる子いたよね。2000だっけ。いや、どっちもいけるんですよ。でしょ、ロシアからね。でもこういう子が出てきてるから、いや、確かにこれに対抗するっていうのもそういう話になるわけよ。エアーを100やるとか、スポーツの世界でスポーツを経験してない若い子の方が多いじゃないですか。そうだね。だからなんかいるじゃないですか。本当にそういうルールの下でやるってなった時に本当にそういうことっすね。そういうこと。もうそう今日10回やろうって言ってる
なんか1万回やってるやつがやっぱ本当に本当にやばくなるからそれはそう結局ノリもやらせてたじゃん。やらせてほしいノリのレッスンでさ6歩100周1000周っす、とかさ、もう本当に多分こういう練習になるわけ、でも俺飽きちゃうから、やっぱそういうのって、いやとは言いつつ同じく言いつつまあでもそうなんですよね。そこも難しいですけどね、ずっと自分が掘った動きは1万回でもやるじゃないですか。やる、それはやる。だからまあでもやるけど、ちょっとひねくれてるんですよ。キャラ強い人。キャラ強いからひねくれてんだろうね。そうひねくれてるからキャラ強いんだけど。じゃあいい、まあそうっすね。っていうところかな。オリンピックはただまあ本当にね、これからのまあ正直なところだけど、多分俺はオリンピックで他の種目ってほぼ見たことないな。だから本当に多分世の中に浸透するかって多分そんなしないと思う。俺もちょっとそれは思ってますね。実際見ないじゃん。ユースでオリンピックでやった時さ、他のユースのオリンピックって見たことないでしょ。見ないし、てかまあそもそも俺オリンピックを他の競技ですら俺多分見たことないかもしれないです。でしょ？なんかやっぱやっぱ俺もひねくれてるんですよ。エキサイティングしたいんですよ。で格闘技好きだし、格闘技見るのにオリンピックのボクシングなんて一回も見たことないですからね。でしょ？まあ俺もギリギリ柔道見たことあるぐらいの感じなんだけど、で実際それぐらい興味ない人が多いから、だから盛り上げていく中でこうブレイクダンスを盛り上げるんだったら今なったから良かったねっていうよりは、どうやって普通の人に知ってもらうののことの方がでかくて、でそこから初めてじゃあスポンサーがつくようになったりとかさ、いろんな人にね、なると思う。そしたらもっとなんかプロっぽくなって、アマチュアの世界だけど、まあ一応プロのね部類に入るようなアマチュアの人たちだ、あれって。だからまあそういう風になっていくんじゃねえかな。まあそういう風にしていかないと、まあ4年後にやって「うっすお疲れっした」みたいな感じになってしまわないのかなっていうのもあるんで、まあまあそこは目指したい人は本気で目指して、まあ俺もちょっと遊びで言ってたんですけど、本当にオリンピックを目指す YouTube チャンネルやってみてください。4年間ね。面白いですね。面白い。タナチューとかやってくんだから。タナチューの1万歩頑張ってるね。ジーンズのやつ俺結構好きなんですよね。期待してるんですけどね。あれ膝おかしくしてここら辺めっちゃ傷だらけになってたからね。硬すぎてジーンズが。そう。まあまあその辺ですね。オリンピックはなるようになれ。やりたい人はやる。本気でやった方がいい。でもやりたくないなって思う人は本気でやらなくていいと思います。いろんな選択肢があると思います。あります。じゃあラストの質問です。これはですね、まあ大体まあそうだろうなって、せいじさんの踊り見てればそうだろうなって分かってたんですけど、まあ3問目はちょっとこれは本当に分からない。今例えばさっきも勝ち負けにはこだわらないって言ってたし、もう21年もやってて、でなかなかまあ身近にいないんですよ。もっと自分のダンスを磨くために手を休めないで練習をする人いないですよ。あんまり確かにね、練習量の割に何目指してるんですかみたいな感じ。この質問する前に大前提でこれがあるってことを今説明しますと、せいさんはほぼまあ週6ぐらい、イメージでいいですよ、合ってるか合ってないかは別で、例え話で前提で週6で練習して、しかも毎回ちゃんと俗に言う世の中のみんなの人が上手くなるための練習をしてますはい、今年何歳ですか？40歳。今3級フェア、今3級フェア中だから。でも次の年度で40の年ですよね。まあだから次の誕生日が40だね。そうですよね。なので40、もう次40になる。そして b ボーイのキャリア21年、何を目指し何になりたいのか。佐々木誠二は何になりたいのか、ダンサーとしてです。練習するじゃないですか。そこはちょっと疑問です。はい、お願いします。まず1個言うと、悟空のオラ強えやつと戦いてえだっていう感じのイメージにちょっと近いというか、別にバトルが好きとかじゃないけど、上手いやつを見たらワクワクするじゃん。それがただのやる気になってるのもある。なるほど。だから本当に上手い人、例えばまあ本当にさっきも言ったように俺ラッキーだから、
周りにいる人が、まあ、みんな日本の代表をする人、世界で優勝してる人たちが周りにいるわけじゃん。でも常にそれは刺激よね、俺に。ああ、なるほど。そうそう、俺は目指そうか目指さないかは俺の中では目指さないって決めたから、別にそれは目指せる人がやればいい。でも楽しむことは誰でもやっていいわけじゃん。はいはい。で俺は究極にそこが好きなのね、まず。で勝つためにやるんじゃなくて負けないためにやるってなる。俺もね、悟空が言ってたんだけど、俺これしっくりきたんだよね。勝つためじゃなくて負けないためにやるっていう。孫悟空が言ってたんですか？言ってた気がする。なんか言ってたんだよな。でもなんかそれに近い。勝つためじゃなくて負けないため。でも負けないためってなんていうの？だから本当にシンプルにいいムーブ見て、うわそこ疲れたわみたいなあるじゃん。でそこに負けないようにじゃあ自分どうやって考えようかなっていうのがすごい常にある。で例えば、まあ、パワーじゃさすがにさ勝てないとしても、例えばこうフローとか流れとか考え方は年を取れば取るほど考えてる時間が長いんだから、まあ出る可能性が高くなるわけじゃん。いや、なりますね。はいね、はい、例えばだけどチェアするときに12でチェアするのか12って入れるのかとかさ、それ1個でもう変えれるわけじゃん。6歩もそう、6歩とかでもあるじゃん。勝って吹っかけるのか、トゥーンって入れるのかとか、トゥーンってトゥントゥーンって戻すのかとかさ、音の取り方とかもいろいろこう考えられるようになるじゃん。そうすると終わんなくないって逆に俺は思っちゃう。俺も分かりますよ。終わんないっていう。終わんないでしょ。その時の好みが変わったら終わんなくなるじゃないですか。フォームチェンジが始まるし。ノリそれね、もうマジでそう。俺とかはまあ、ノリもそう一緒だと思うんだけど、怪我を機にスタイル変えるじゃん、一瞬。そしたら新たな発見でそっちに全部変えてもいいからとかって思う時ありますよ。はい、わかりますよ。はい。で俺もほらパワーをできなくなりました。10年やってて、10年でもうパワー捨てた。一旦ね。でスタイルって言われるものをやる。でカナダ行ってスレッドね、新しいものを自分の中で掘ってきて、で今スレッドをしないっていうスタイルプラスポップを入れる、スレッドをしないみたいなイメージの作りになってるわけでさ、またここにさ違うよ、今この両膝怪我したから、今とかもう毎日腕立てを何百回と一人でやってんだけど、今次ジュニアだよねみたいな。本当に目指すのジュニアもう手しか使えねえし、とりあえず一旦ジュニア目指しとくかみたいなぐらいのニュアンス。で膝怪我すれば、まあ、片膝だったらこっちを使わないでやればいいだけだし、まあ一時期チェアもうさせないぐらい左肩怪我した時は本当に右手だけでバトルも出てたし、右めっちゃ強くなりましたもんね。そうみたいのを繰り返してるとなんだかんだ、だって例えば怪我して右しか使えないでそのスタイル定着させるのにどれぐらいの時間かかるのって話じゃん、はっきり言って、もうさ1ヶ月2ヶ月無理なわけで、半年か1年ぐらいかかって、なんとなくこっちの使い方を覚えてきたなで治るわけだ、でここでやってた一瞬スタイルを変え、もう一回戻し、足してというか化学融合させて戻るわけじゃん。でまた新しい、これもできるじゃん、あれもできるじゃんってなるじゃん。何になりたいですか？だから何にもなりたくないだろでももう本当に言ったら俺ヨガと一緒だね。もうやってるだけで多分楽しいですよね。そうそう、発散になり、でなんか頭の運動になるんだよね、やっぱ考えるから。でなんかその日々の確実なるルーティンワークにもなってるね、ダンスすること自体が。だからしないともうイライラしちゃうから。いや、まあ分かります。発作みたいなダンス踊りたい、ニコチン中毒みたいな感じですね。ダンスしてってなんかなってる俺。なんかね、そこがだから本当に一時期はもうちょっと前だけど、まだノクチでねやってた時とかは、もう夜中の1時とかにやべ思いついちゃったって言ってそのまま行って1時間作ったムーブパッてやって、もう家帰るみたいなやってたの。もう中毒ですね。中毒まあもう思いついたら行かなきゃっつって行って作って、でなんとなくダメなところと修正して、夜こう寝る前にここでこうやったらもうこっちいけんな、新しいのできんなみたいな考えたりとかしたから、だから本当に俺はずっと考えてるの、そういうの、なんだかんだで。でこれなんか何を目指してるんですかっていう、こ
こ面白いところで何も目指してないから続けられてんだよね。ああ、なるほど。究極だけど深いっすね。一周して何も目指してない。勝ちを求めたら勝ったら満足するじゃん、うん、それは俺ないのよ、うんうん、で自分のムーブができて一瞬満足するけど、だから多分それが勝ちに近いのかな、一瞬満足して、でもここにできたムーブっていうのは改良余地がまたあるわけよ、じゃあこれ改良するってなってここでまたモチベーションできちゃう、をずっと繰り返してるとまあ同じだけど、だから本店とか、まあなんか例えばオールとかもそうだし、バトルで出て修正点をこうやって何回もやってるのがその練習で出来上がっちゃってるからもうやばいですね。いよいよ終わりない人ですね。終わりがないねそうそう、だからやらなくて済むようにしてほしいなってなんか思うけど、まあ今んとこやっぱり一番楽しいのがやっぱどうしてもダンスが楽しい、やっぱ今でも、俺もそれは変わんないです。分かるでしょ、もう練習行きたくてしょうがないし、今日も何か発見があるかもしれないし、でちょっと、まあ、みんなからしたら分かんないフォームチェンジかもしれないし、感覚のチェンジかもしれないけど、1日じゃどうしようもないところの領域に来ちゃってるんですよ。そうだよね、昔と違ってチアから3点の感覚を覚えたとか、エアー抜けるようになった感覚を覚えたわけじゃなくて、もうなんかもう長時間絶対かかるって分かってることを作業してるから、そうね、本当にそれだよね。そうなんですよ。はい。そうそう。だからこれもうこの話はね、多分ノリと朝までね、いやできるっすね。話せるぐらいの話題だよね。はい。行かないと、そう。昨日まで積み重ねてきたことが崩れちゃうんじゃないか。新しいもうここがゴールのはずなのに積み重ねてやっと体に馴染んできたものが崩れるんじゃないかっていう怖さもあるんですよ。やっぱりもったいなさというか。俺もストイックかないやストイックじゃないですよね。これもなんかもう一緒だと思うんですよ。もうでも楽しみなんですよね。そうそうそう。で出来上がった時にそれ普通の何も考えてない時にそれが出せるようになった時にすごい満足しちゃうんですよ。それ絶対普通に何も考えずにやったら出てこないやつですよねって思って周りが反応が思われた瞬間によしちゃんと練習してきたことが実ったみたいな。これさでも本当にもうこれだけど、まあ継続は力なりじゃないけど、もう考えることもやることも続けるから続けられてるのもあるよね。そうなんですよ。だからそうなんですよ。まあこれはもうセイさんだったら多分本当3日3晩ぐらい話せるし、でも練習してても思うんですよ。だからセイさんのムーブを見てるとやっぱ一番刺激になるし、正直っすよ。チームメイトもそうだけど、多分ね、見てる景色が近いのかもしれないです。踊ってる部分も絶対これ自由にセイさん踊ろうって考えてるし、そこのループそう見えないようにやってるし、そのネタとかも複雑だけどナチュラルに見せようとか、もうなんかいろいろ俺を深掘りしてくれんのね。一歩先行かれてる感じがするから、なんかこうなんかあれなんですよ。なんかやっぱ嬉しいよね。いい刺激っすね。でたまたまそのスキルがまだ俺の方が体が健全だからバトルで結果が出てるだけで、まあちょっとやっぱり行かれてる先行かれてるとかっていうの感覚がセイさんには強いから、まあ週に1回は一緒に練習しとかないと俺も怠けちゃうし、なんか俺ももうちょい考えないとかって思うですね。正直本当にだからちっちゃいこと積み重ねてるうちに、まあ積み重ねて考えることが楽しいじゃんまず。で新しいのをこうひらめいた時のさ。まあ、新しいのっていうよりはさ自分のムーブの中でこの血がここ使えるやんまだみたいなのがこう生まれた時にやっぱワクワクするじゃん。いやワクワクするんですよ。これだよね、原動力は。で別にこう説明して説得したいわけじゃないですよね。そうただそれをただ磨いて積み重ねて相手に伝わった時にこれが一番やばいよね。そうなんですよね。それだから磨きたくなるんですよね。それ大事だよね。話して説得したいわけじゃないですよね。だから結局続けられる理由ってまあ例えばだけどもう多分極端に言うと2パターンっていうかさ、音が好きで例えば勝つみたいな来てとりあえず踊ってみたいなさサイファーバーってやって楽しんでっていうタイプ、これはこれでいい。これも続けられる一個の理由だと思います。でもうまあ俺らみたいに行かれてるタイプで、もう一個は本当に仲間がずっとやってて続けられてるタイプ。まあ大体このぐらいの3つだよね。あと動きだけで言うとその音が楽しくてやってるのと、そうね、その他にもいるじゃないですか。動きを掘るのにル
陸上とかもそうだし、そうだねそうだね、その楽しいタイプ、ダンスで言うとこの多分に、あとパワームーブとかも、まあまあね、パワームーブですごいことしてる人もこっちの部類だと思うんですよ。そうだね、深掘りして、はい、楽しんでいられる、でなぜか多分俺らは多分欲張りで踊る方も全部やるよね。そう全部欲張った挙句やめれないんだと思います、いやマジで、全部楽しいじゃんって思うよね。でそれを2つを融合させようとすればするほど余計時間かかるし、そうなんですね。で終わりが見えない気がします。終わりが見えない。だからもうこれが完璧になったらバトル出れば多分60ぐらいになってるかもしれない。体が追いつかないやつ。そうそう、まあだからまあ出るのは出るでいいと思うんだけど、まあバトルに、それは本当にそれが楽しければね。例えば俺もね、今だってストラグルズと出るってなったらやっぱ楽しいから出るし、自分からあんま言わないのに言ったことないけど、そうやってみんな誘ってくれてるからまだ、だからまあそういうのはまあまあ全然ありがたい環境だよね。若い子がやっぱ周りに多いってのもあるけどね。いやまあでかいですね。理由はね、やっぱみんな若い子がやっぱりエネルギーを俺らに送ってくれて、こいつらもこんなやってんだったらなんだかんだここではなぜか俺は負けねえぞみたいになってるわけじゃん。いやまあそうだね。これ不思議とね。そうそう、バトルの勝ち負けじゃないところで、バトルじゃないところでバトルしてると思います。そうだね。もう内面的なところで、新しいそれはなんか自分が掘ってきたやつを証明するの。まあそうですね。だからまあ一緒にぜひ気になった人は俺らと練習してください。まあ練習するか、まあ俺だって酒飲んでもいいし、まあね、そうだね。逆に本当に普通にドノーマルな練習に来たら、この人たちこんな練習してて面白いのって思われる可能性が高い。あるある。俺別にサイファーじゃなくてもよかったりするし、俺もそうなんですよ。でもサイファーも踊りたい時もある。それあるあるある。なんかこれね、でもバランスの問題じゃん。いやそうっすね。サイファーで楽しんで自分が考えてたものを例えば考えてムーブするとか、でもこれがやっぱりそのサイファーの中で自然と出た時が一番楽しいじゃない。でなんかそこに持っていくにはやっぱサイファーの練習も必要だし、でも考えることをしないとやっぱ同じムーブになって、そうなんですよね、自分に飽きちゃったりもするから。いやそれっすね。自分に飽きないようにやってる、そうはい、正直俺もそれ飽き性だから、自分がやってることにもすぐ飽きちゃうから、もう新しいものを常に考えるとか、やっぱムーブを作る時も1から5ぐらいを考えた方がいいね。やっぱり5個ぐらいはなんか本ちゃんでやるのは例えばナンバーワンとしても、そこ234 5っていうもうアイデアは常に準備されてたりとかするから、でこれに飽きた時にちょっとこのしばらく23ぐらい使ってみようかなとかさ、感じになるわけよ。わかりますわかります。だからなんかそういう楽しみ方もしてるから、まあまあそうやってやってると、まあ終わりの見えない、まあ本当に人生というのは道ですよねみたいな。ずっとこの録が終わんなくなっちゃうんですね、撮影。俺一生話してられるんで本当に。だからもうこれでもう本当に10年後、俺が50手前の時にこれもう一回やってほしいよね。同じこと言ってたよ。同じこと言ってそうな気がするんで、本当にね。まあこんな感じですね。ダンスのドツボにはまるとこんな感じです。そうですね。やめられなくなるということです。はい。まあそんな感じで、佐々木誠二のぶった切るでした。ありがとうございました。ぶった切ってはないと思うんですけどね。全然切れてないけど。全然まあでもこれが嘘もなしの本当に多分ダンスずっと続けてる人の本音だと思います。生態系です。生態系だと思います。そうっすね。もう題名変えようかな。長く続けてるダンサーの生態系に迫る。ね。確かにそれでもいい。次はだから今は佐々木誠二の生態に迫るから野中大輔の生態に迫る。来た。大輔。次回大輔なんで。大輔。来たね。いいね。皆さんお楽しみにしてください。よろしくお願いします。なんで今回の撮影でいろいろやっぱこうだよねってぶった切ってほしいわけでもないんだよなって俺の気持ちもやっぱあるんで、生態系に迫って変なこと聞こうかなって思う。釣りそんないっぱいして何になりたいのとかっていうのを3問目に聞いてみたい。いいねノリ、それいいよ。それいいね。確かにこれは気になるところっすよ。みんなもインスタ見てて釣りばっかしてるじゃん。何になりたいの？これ3問目に持ってきます。これいいね。要約しておきますここで。そんな感じでした。でもこれで何言ってんだこいつは話難しすぎて分かんないって言ったら別にこんな深いこと考えないでダンスを楽しめばいいと思うし、でもこれが分かっちゃ面白いなと思ったらそうってうなずいて酒のつまみにしてください。はい、ぜひぜひ。以上、
ゲストせいじさんの回でした。エフェクトの口も最後に聞いてください。あ、最後今回BGM エフェクトの口流しマジでかな。それでいいかな。それもいいかもしれない。ありがたいね、そうしておきます。ありがとうございます。またまた。